東京メトロ箕輪駅近くにある常観寺。吉原遊郭の遊女の投げ込み寺として知られる寺。以前にもお届けしたが、まだナレーションも入れていない頃だった。今回は高画質で内容も濃くお届けしたいと思い、改めて訪れた。以前にも何度か述べているが、遊女の墓で早退墓参りをすると妙に心が落ち着く。近くに行くと大抵立ち寄ってしまう。今回は知っている方も初見の方も早退にお付き合いください。常観寺には遊女たちの供養塔の他にもいくつもの史跡がある。父の仇を討ち果たそうとした兄弟助七と助八にまつわる首洗い井戸。そして兄弟二人の墓。イノシシの絵が彫られた猪子塚。戦後の人気噺家三遊亭歌唱の塚。山門前に立つ遊女さよぎぬにまつわるさよぎぬ供養地蔵尊など、そしてこちらが吉原遊女たちの供養塔、新吉原壮麗塔。埋葬された遊女は2万人を超え、その平均年齢は22歳弱。多くの下級遊女たちは言うまでもなく悲惨な境遇だった。塔には生まれては句会、死しては常観寺という句壁。川柳作家花俣歌水によるもの。
地蔵尊の上には髪飾りや化粧品など女の子が喜びそうなものが置かれている。主に身寄りのない遊女の遺体が投げ込まれた当時、吉原から一番近かったためだという。大地震や東京大空襲で死亡した大勢の遊女の遺体もこの寺に葬られた。側面から見てみると、おびただしい数の骨壺が重ねて安置されているのが見える。胸が締め付けられるような何とも言えない気持ちになる。新吉原宗霊塔と向かい合わせに小説家永井荷風の私碑と筆塚がある。若くして死んでいった遊女たちの暗く儚い生涯に思いを馳せて、永井荷風は生前よくここを訪れていたという。没後4年の昭和38年に完成したそうだが、これほど大きな私碑が墓地にあるのは珍しいと言える。荷風は当寺院に葬られることを望んでいたそうだが、結局は父の墓がある雑司ヶ谷霊園に葬られた。こちらは若紫という遊女の墓。門海老の遊女だった若紫は客に心中を強いられて死んでしまったという。大抵投げ込みで葬られる遊女だが、彼女は投げ込みの墓ではない。最後にこちら、ひまわり地蔵。山谷で働いていた日雇い労働者の死後の安らぎのため建立された。そもそも吉原遊郭は大きくカーブした入り口と高い塀に囲まれた表世界とは隔離された裏世界。江戸幕府は自ら公認した吉原遊郭を悪所として江戸から遠ざけようとした。死んだ遊女はここへ投げ込まれ、それによって歴史まで葬られてしまったかのよう。遊女たちのあまりに辛く儚い人生に無念さを感じずにはいられない、そんな場所である。